象 Windows ME は本当にダメな子なのだ。皆さんこんにちは、ずんだもんなのだ。いとまができたから動画作りを再開するのだ。確か次は Windows ME の紹介でもしようと思ってたんだけど、起動してみせても95や98と大差ないのだ。メタ的につまらないのだ。ということで当時重たいだの不安定だの散々に言われていたミーが本当にダメな OS なのか検証するのだ。ということで早速起動したのだ。ログオンするのだ。これはリソースメーターなのだ。諸悪の根源であるリソースの使用量を見ることができるのだ。アプリを起動するとリソースの残量が減ってゆくのだ。お分かりいただけただろうか。SCMPX を起動したら残り 88% から 86% に下がったのだ。BGM をかけるのだ。次はあれを起動するのだ。また下がったのだ。消費が少ないと分かりづらいからブラウザを開くのだ。結構下がったのだ。そうでもなかったのだ。レトロ PC 動画の心強い味方阿部寛のホームページなのだ。ここのタイミングで下ネタはやめるのだ。終了すると消費していたリソースが変換されるのだ。基本的に全部戻ってくるけどバグか何かで仮パクされる場合もあるのだ。というか頻繁に発生する。ちなみにウィンドウやメニューなんかを開いても追加のリソースを消費することになるのだ。やっぱこれだね。そもそもなぜこのリソースが重要かというと、リソースの残量が減ってくるとシステムの動作が不安定になるのだ。そしてリソースの残量がなくなると空きメモリが何百メガバイト残っていようと新しいアプリを起動できなくなる。ひどい場合は操作を受け付けなくなって再起動するしかなくなるのだ。で、そのひどい場合というのは高確率で発生するのだ。ということで当時のユーザーはこのリソースの数値に戦々恐々しながらパソコンライフを満喫していたのだ。そんなもんは NT スカイだから関係なかったけどね。ということでそろそろ検証を始めるのだ。まずは比較対象として Windows 95のテストから始めるのだ。まずはリソースメーターを起動するのだ。93% なのだ。なかなかいいんじゃないのだ。知らんけど。じゃじゃーん。今回のために適当に作ったベンチマークソフトなのだ。リソースを消費し続ける耐久試験。要するに動作不能になるまで新しい小窓を開き続けるだけなのだ。一応画面構成を説明しておくのだ。ここは現在開いているウィンドウの数が表示されているのだ。他の
場所にも表示されてるから上の表示が正常ならあまり意味がない。ここは新しい小窓を召喚する周期、今は250ミリ秒と表示されているのだ。つまり1秒間1000ミリ秒に4枚のウィンドウを開くという意味なのだ。開始前なら上にあるメニューバーの設定のとこから変更できるのだ。ここは召喚時間、最新の窓を開くのにかかった時間なのだ。現在最前面にあるこの窓を開くのに165ミリ秒必要だったということなのだ。パソコンが高性能で OS のシステムが暇な時ほど短くなる。ここは物理メモリの使用状況なのだ。見ての通りのものなのだ。場所を取るし説明が複雑になるから仮想メモリの情報は表示してないのだ。そもそもこのテストでメモリ使用量の変動はほとんどないのだ。最後はテストの経過時間なのだ。これも見たまんまの意味なのだ。ということでテストを再開するのだ。ちなみに小窓に表示されてる情報はリソースメーターと同じものなのだ。延々と眺めていても仕方ないので加速するのだ。体質によっては陽から注意するのだ。メモリ使用量はほとんど動かない。古い窓の分が再利用されているのだ。だんだんリソースが減ってきたのだ。そろそろ気づいたと思うけど、一番上のシステムリソースと真ん中のユーザーリソースは同じものなのだ。正確にはユーザーリソースと GDI リソースの残り少ない方がシステムリソースになる仕様なのだ。なぜこんな無駄なことをするのかわからないけど Windows 3.0 時代からの伝統なのだ。ユーザーリソースにはファイルやウィンドウやメニューの管理情報が、 GDI リソースにはアイコンなどの画像、フォント、ペン、ハケなんかの画材の管理情報が保管されている。そろそろやばそうだから速度を戻すのだ。召喚時間も伸びてきて処理落ちしそうなのだ。システムの仕様でタイマーイベントの呼び出しも遅延するから問題ないけどね。それを問題ないというかは賛否が分かれるとこなのだ。動いているからよし。な、処理時間がいきなり跳ね上がったのだ。いよいよ限界なのだ。ついにリソースが底をついたのだ。メモリ不足で動作停止なのだ。394メガバイトも空いているように見えるのは気のせいなのだろうか。そして中身の描かれていないスタートメニュー。いや事実なのだ。これがリソース不足の恐ろしさ。あらゆるものがメモリ不足を主張して開かない。できることはただ一つ、開いているものをどうにか閉じてシステムが復旧することを祈るだけなのだ。セーブしてないファイルとかあると地獄なのだ。今回は無事復旧したような気がする。動いてるうちにやることやって再起動するのだ。とりあえず結果を記録するのだ。できたのだ。引き続き Windows 98のテストをするのだ。分けても絶対に再生されないからね。知っているのだ。ということで起動したのだ。ログオンと再びリソースメーターなのだ。89% ね。そこそこなのだ。多分説明はさっき済ませたから今度は最初から加速なのだ。と
ろで右上の数字の色なんだけど規則性があることに気づいたかな。80年代のパソコンを知っていると馴染みがあると思うのだ。ちなみに空きメモリは 379MB95 の時と大差がない気がするのだ。まあいくら残っていても意味がないことはさっき体感したと思うのだ。そろそろ減速するのだ。リソース不足の警告が出たのだ。ここで処理時間の遅延が発生。そろそろなのだ。止まったのだ。結果は654枚で5分21秒なのだ。軽めのソフトなら端数の残りのリソースで起動することもある。さすがにブラウザは無理なのだ。オフィスも当然無理なのだ。空きメモリ 375MB 当然無意味なのだ。さて無事に終了できるだろうか。できたみたいなのだ。86% まで変換されたのだ。テストを終了するのだ。結果を記録するのだ。判断基準がいまいちわからないけどそこそこの結果な気がするのだ。次はいよいよ今回の本題なのだ。再び起動中なのだ。ログオンなのだ。見せてなかったからこれを出すのだ。Windows ME の表記とバージョンのみ、拡張パック等は出ずに終わったから書かれていないのだ。そろそろ顔なじみになってきたリソースメーターなのだ。90% 近く残っているから優秀と言いたいところだけど、実はこの数字シェルであるエクスプローラが起動した時点を 100% にしてあるのだ。つまり使用済みのリソースの絶対値的なものはわからないし、知る手段も公には存在しないと言われているのだ。つまり私にもわからん。と茶番は置いておいて計測開始なのだ。最初は好調なのだ。この辺りですでに Windows の生成が間に合っていないのだ。95や98の時は最後の数枚以外は250ミリ秒以内に収まっていたのだ。召喚時間がどんどん増え続けるのだ。文字のちらつきもひどいことになっている。
最初にタイマーに間に合わなくなったことが原因かと思い、ゆとりのある設定でも試したけど結果は同じだった。1秒を超えたのだ。ところでウィンドウを大量に開かなければいいんじゃねと思ったそこのあなた、甘いのだ、甘々なのだ。実はウィンドウ上に配置されている部品類もウィンドウの一種なのだ。ボタンやラベル、プログレスバーなんかもすべてウィンドウ扱いなのだ。つまりメインウィンドウが一つしか開いてないように見えるアプリでも、内部では大量のウィンドウハンドルが生成されているのだ。そしてウィンドウハンドルはユーザーリソースを消費するのだ。このテストの意義が分かったかな？リソースの警告が出たから再生速度を戻すのだ。さすがに遅すぎだろ、なのだ。ヤバさを体感してもらうためにあえてカットや早送りはしないのだ。動画を閉じないでほしいのだ。急補戦術なのだ。無言期間が続くけど、ここまで見ている訓練された視聴者諸君なら問題ないのだ。入れ歯の話なのだけど、ついに1枚で2秒を超えたのだ。そしてリソースが枯渇したのだ。メモリ不足も出て活動停止なのだ。結果は枚数は586枚、所要時間は11分41秒かかったのだ。ここからグダグダなので再び加速なのだ。いつものところでこのメモリ不足って表記
不親切だと思うんですけど、リソース不足とかの方が良くないのだ。これはダメなパターンっぽいのだ。画面上からはわからないだろうけどクリックしているけど反応がない。さらに悪化したみたいなのだ。何かのリソースが返却されたけど焼け石に水なのだ。秘技コントロールプラスオルトプラスデリート。通用しなかったのだ。これはあれなのだ。五輪銃なのだ。ということで結果をまとめるのだ。95や98に比べたら多少遅いだろうとは思ってたけど、予想の範囲を超越していたのだ。作ったソフトに異常がないか調べたり、何回も計測したけど毎回ほぼ同じ結果だったのだ。残る可能性としてはドライバかなんかの問題か、 OS として根本的に出来が悪いかなのだ。引き続き調査してみるけど進展がないようなら、このリストの一番下を封印解除するのだ。この黄色の枠に何が入るか予想するのだ。次回の動画を見れば答えがわかると思うのだ。予定が変わらなければね。というわけでご視聴ありがとうなのだ。チャンネル登録やいいねボタンを押すとやる気がアップするのだ。それではまた次回なのだ。ちなみに新しいチャンネルに引っ越したのだ。なんか最初に英語圏向けを投稿したせいで全然表示されていなかったっぽいのだ。